はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。あるところにギンギン丸という青年がいました。ある日、一人の焼肉屋が仕事に追われて困っているところを助けてあげました。数日後、ギンギン丸が仕事をしていると、助けた焼肉屋がちょっと出かけるぞと声をかけてきました。この前助けてくれたお礼に焼肉に連れて行ってくれるそうです。なんだか昔話のようないい話ですね。それでは早速行ってみましょう。ということで今日はいぶし銀銀丸と牛宮城に行ってきます。牛宮城です。牛宮城。あの噂のお店ですね。今いるのはなんと渋谷です。渋谷賑わっていますね。今日行くお店は元雨上がり決死隊の宮迫さんが始められた焼肉屋さんです。 YouTube やネットニュースなどでも連日話題になっていたので知っている人も多いですよね。なかなかタイミングがなく行けませんでしたが、今回予約が取れたので行ってみます。コメントでも行ってほしいと多くの声があったので僕自身もとても興味があります。昨日は楽しみすぎて寝る前に鏡の前で100回くらい宮迫ですの練習しちゃいました。宮迫さんいるかな。おー、これが牛宮城か。よく動画でも見ていたのでテンション上がります。宮迫さんいるかな。もっと隠れ家的なところかと思ったら思っていたよりもど真ん中でびっくりしています。初めてのお店ってなんか緊張しますよね。ワクワクしますね。ということで席に案内されました。ここはもしかしてあの席ですよね。あの有名な動画の。まさかこの席に座れるなんて思いませんでした。とりあえず席についてまずはメニューをチェックです。写真が綺麗で食欲をそそられます。これはよくみんなが頼んでいる牛タンですね。これは頼みましょう。肉を頼む前からブッチャーのスイーツアンテナが反応しています。今日のゴールはここを目指して最高の状態でフィニッシュできるように組み立てていきます。それでは早速お肉を注文していきます。食べたいものが色々あって迷っちゃいますね。1枚に色々書いてあるメニューも見ていて面白いですが、こういった1ページ1ページに少ないメニューが詳しく書いてあるのも写真集を見ているような感覚でワクワクしますね。早速飲み物が到着しました。まずはビールですよね。いただきます。キンキンに冷えてやがる。やっぱりなんだかんだ1杯目はビールです。1日の疲れを吹き飛ばしてくれます。早速料理が到着しました。店員さんが焼き方や食べ方を丁寧に教えてくれます。まずはさっぱりと蜂蜜梅の山芋キムチです。これは以前 YouTuber のヒカルさんが絶賛していて気になってうちの動画でもイメージして作ってみました。韓国でいう山芋を使った巻き餅ですね。蜂蜜の甘みと梅の酸味が効いていて辛さはそこまで強くないです。お肉の箸休めや前菜としていいですね。うちの動画では少し薄切りにしましたが、この角切りにすることにより山芋のシャキッと感がより楽しめます。それではお肉を焼く準備をしましょう。エプロンをつけて準備は完了。金婚一番の大勝負です。と、その前にこいつを忘れていました。ザ・ユッケです。それではここから飯テロシーンなのでお見逃しなく。スローモーションかと思うくらいゆっくりと卵黄が溶け出します。何ですかこれ。見たことないぐらい濃厚な卵黄が肉に絡みつきます。これは完全に技あり一本です。混ぜるだけで幸せになれます。この混ぜる仕事、求人で募集してないですかね。完全に大人のねるねるねるねです。それではいただきます。これ、やっぱりユッケっていいですね。焼肉屋に来たことを実感できます。途中で味変で添えられた生胡椒を乗せて食べてもスパイシーな香りが合わさり、口の中をすっきりとさせてくれます。今回 60g ですが、2人ならこれで十分です。欲を言えば1人で全部食べたいです。それではまずは名物極みタン塩です。こちらは2人前からの注文が可能です。焼いていきましょう。このロースターは珍しいですね。この石は溶岩石ですかね。タンを乗せて焼いていきます。レモンを絞ってくださいとのことなのでレモンを準備します。ロースターの火力が強いおかげなのか石のおかげなのか体感的にかなり焼けるのが早いです。牛のタン元を使用しているおかげで柔らかくジューシーです。並の牛タンのちょっと歯ごたえのある感じも好きですが、タン元部分の歯切れのいいシャクッとした噛み切れる食感はまた別物ですね。このタンはカットの仕方にこだわったらしく、余分な動脈部分などは切り落とされ柔らかい部分だけが食べられます。次は
宮迫特製油付きハツです。鴨肉みたいな見た目が面白いですよね。ハツは特に変色が早い部分ですが、色も綺麗です。これは牛ハツの中でも少量しか取れない希少な油付き部分の薄切りです。ハツカルビ、耳付き、上ハツとかの名前で置いているお店もあります。これはお好みでからしをつけて食べてくださいとのことです。ハツってさっぱりとしていて美味しいんですけど、どこか物足りないことありませんか？この油がつくことによって旨味がプラスされて、ハツの食感と旨味の両方がダブルで味わえます。その油っぽさをからしでさっぱりとさせることで、口の中がリセットされて、また次を口に運べます。お店によっては全てカットしちゃうので、油がついていないお店も多いです。ここで今気づいたんですけど、このトングが金と黒っていうのはヒカルさんをイメージしてますかね。ロゴも金と黒ですね。次は宮迫さん考案のサコハイを飲んでみましょう。これは金木犀のシロップを使ったハイボールだそうです。富山の職人さんが作った鈴のグラスもキンキンに冷えていて冷たさキープです。さっぱりとしていて金木犀の香りがほのかに香ります。レモンとオレンジの間のような柑橘系っぽい感じがするなと思ったら、下にレモンが入ってました。これは赤身系のお肉と相性が良さそうです。と、ここで気になっていた焼肉屋のガーリックライスが登場です。自称ガーリックライス評論家のブッチャーとしてはガーリックライスに目がないです。思ったよりも量が多く、おこげっぽいこんがりとした見た目が特徴的です。スライスされてカリッと焼かれたニンニクがこれでもかと大量に乗せられていて、わんぱくなビジュアルです。ニンニク好きなやつは大体友達。このガツンとニンニクが効いたご飯を口に運ぶと、自然と口がお肉を待っています。肉が口に到着する前に危なくガーリックライスだけで食べ終わるところでした。ここでお肉登場。タレ3種盛り合わせです。まずは内ももから焼きましょう。牛宮城では交雑牛を主に使用しているそうです。交雑牛と聞いてもあまり一般の人はピンときませんよね。おそらくスーパーで何気なく買う値段が安めの国産の牛肉は交雑牛が多いです。交雑牛とは別々の種類の牛を交配させたものです。日本ではホルスタイン種と黒毛和種を掛け合わせることが多いです。この掛け合わせた牛を交雑牛やファーストフィリアルジェネレーションの頭文字を取って F1 と呼んだりします。焼けたので食べてみましょう。やっぱり焼肉はタレですね。肉本来の味を楽しむのも大事ですが、焼肉の楽しみの一つでタレを楽しむのもいいですね。焼肉屋の数だけ色々なタレがあるので面白いです。次はイチボです。交雑牛の特徴として和牛の食感や肉質を取り入れ、和牛より安価に仕入れることができます。和牛だから美味しいとか交雑だからまずいということではありません。しっかりと自分に合った値段や美味しさで判断するのが大事です。タレに肉をつけてガーリックライスにワンバンからのご飯をかき込む。心の中で静かに勝利宣言です。うまい。渋谷のど真ん中で美味しい肉と酒を楽しむ。こんな贅沢をして帰りの道中で車にひかれないか心配です。最後はカルビです。部活終わりの運動部の気分で肉とガーリックライスを書き込めばペロリと完食です。エンジン全開。このまま最後までダッシュを決めるかと思いきや、ここですだち冷麺で一度クールダウンです。酸味の抑えられた牛骨スープに柔らかめの麺がニンニクで荒れる胃の中をそっとなだめてくれます。しみる。個人的にはもう少しもちっとしたゴムみたいな冷麺が好きなので、麺がちょっと物足りないです。この辺は好みが分かれそうです。基本豚骨ラーメンもバリカタ、カップラーメンも指定の時間1分前に食べちゃうので、なんか硬い感じとか食感があるのが好きなんですよね。ここでアンコール。そんなアンコールに応えてラストスパートの宮迫ハラミです。せっかくなので網を交換してもらいます。分担サワーを追加です。程よく苦味があり甘さとのバランスがいいです。普段レモンサワーを飲む人は気分を変えて飲んでみるのもいいですね。これはごくごくいけちゃいます。ハラミが焼けたので食べてみます。ハラミっていつ何時食べても美味しいですね。肉厚なハラミは食べ応えがあって1枚でもボリュームがあります。肉厚なのに噛むごとにほぐれるような身の柔らかさと噛むごとに溢れる旨味のエキスが口いっぱいに広がります。塩だれだからこその肉の味をダイレクトに感じられます。そろそろゴールが見えてきました。ということでここでブッチャーの乙女タイムです。入店した段階から気になっていた天使のレアチーズ、季節のフルーツ添えです。濃厚なレアチーズと季節のフルーツ、いちごの組み合わせ、まずいわけありません。締めに食べるのにちょうどいい量のデザートです。今日一日の焼肉が脳裏にフラッシュバックされます。楽しい時間ももうわずかです。なんだか寂しいな。
ここでお気づきかもしれませんが、本日宮迫さん不在です。昨日の宮迫ですの猛練習虚しく会えませんでした。本日の牛宮城の評価は厳しくつけさせてもらいます。70点です。宮迫さん自体もとても忙しい方だと思いますが、やっぱり多くの方が宮迫さんを期待して来店していますよね。それだけ牛宮城での宮迫さんの価値は高いなと感じます。宮迫さんに会えなかったのはディズニーランドに行って今日は仕様でミッキーマウスはいませんと言われたような寂しい気持ちです。料理はとても美味しく満足です。宮迫さんがいなくてもスタッフの方の対応などとても親切ですごく楽しい時間を過ごせました。新しい発見や気づきもいただけたのでとても勉強になりました。お店のある立地の年齢層からすると少し割高なのかもしれませんが、場所を考えると決して高いわけではないと感じました。もしまた機会があればぜひ来てみたいです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。牛宮城いかがでしたか？もし他にも皆さんの行ってほしいお店などあればコメントお待ちしてます。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。